マーブラック。ステッカー作りました。購入したい方、連絡ください。出ます。結構ね、頑張って綺麗に溶接になるように、一応ね、半自動のアークの溶接でやったんですけども、まあ一応溶接目があんまり出ないように削ったりして、まあ頑張ってね、作りました。はい、こんにちは。2車線以上の通行帯で四角に入って並走してくるやつ、マジでうざい。よろしくお願いします。わかる？四角って。知ってる？うん、三角じゃないやつ。え？三角じゃないやつ。アホか。アホだよお。前免許返せ。帰ったよ。はい。返さんか。はい、ということでですね、本日は、まあ、この間ね、こちらで参加していただいた視聴者さんたちは、マーブラックのセカンドステージの仕様をね、ちょっと目通していただいた方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、今回は参加できなかった視聴者さん、またはですね、ワゴン R、ちょっとでも、まあ私の車両でよろしければなんですけども、参考になればなということで、久々のマーブラックの愛車紹介を行いたいと思います。セカンドステージということで、マーブラックの車両変わったでしょ？テムさん。マーブラックの車両変わったでしょ？つってね。なんか、なんだその不愛想な態度。声聞こえねえくせせえ。なんか、あ？持ち主に似てどんどん、どす黒くなって。どす黒いってやめろよ。心が汚れとる。黒は隠蔽体質なんですよ。すべてを練りつぶすんです。まあ実はマーブラックの車両はちょこちょこ買いました。そして、まあ今回セカンドステージに関しては、ちょっとお金もなかったもんで、自分でできるものに関して対応しました。それをね、今回はセカンドステージということで、久々の愛車紹介を行いたいと思います。それでは参りましょう。レッツゴー。はい、ということで、まずはですね、外観からいきたいと思います。こちらの動画で一回紹介したんですけども、ヘッドライトです。まあ、ライトの方は同じなんですけども、アンパラーズマーブラックはリフレクタータイプのヘッドライトを採用しています。で、これはもうシーケンシャルですよね。こうやってね、シーケンシャルで動くタイプのウインカーを採用しています。ただ、こちらは動画でもお話しした通り、一列だけつかないようなそうですね。状態になってますんで、まあ、これはね、今、マーブラック、実はサードステージに向けてですね、今ヘッドライトを空割りして加工する最中です。これはね、また、ご期待ということで、まあ、今現状ではこのシーケンシャルウインカー、持ち替え式のね、シーケンシャルウインカーを採用したヘッドライトを使用しているという感じになっております。ということで、ヘッドライトでした。はい、続いて第2弾の外観は、こちらです。これもね、この動画で紹介したんですけども、これも本当、交換したの最近で、22S 最終型のね、ドアミラーに交換しました。普通のドアミラーウインカータイプって、初期型の方のドアミラーウインカーって、前を照らすタイプのドアミラーウインカーだったんですけども、こちらのタイプのドアミラーウインカーは、横と後ろを照らすタイプのドアミラーウインカーなんで、まあ、正味ここのサイドマーカー、必要ないような状況になってますので、まあ、ゆくゆくこれもサードステージでスムージングをしようかなと思っております。そこのダイヤで埋めよう。ここダイヤはやらないかな。ないのかよ。うん。スタイリッシュな仕上げにしたいんで、すっきりさせたいんですよ。ということで、ドアミラーウインカーでした。はい、続いて今度は後ろ回りです。後ろ回りに関しては、こちらも、まず10日系にしたら、この動画でね、紹介したんですけども、こちらも、後ろもね、打ち替え式の LED テールに変えてます。こちらは今、全部点灯してるんですけども、ちょっと正直テールランプ暗いかなというのがあります。なんとかつくんで、ちょっと見ていただければなと思います。はい、これブレーキです。で、バック行きます。そしてバック行きます。はい。はい、バックとブレーキとウインカーです。こんな感じでね、つきます。あ、こっちも切れてる。何が？ LED。どこ？ 3箇所。え？ 1、2、3、4、5箇所。どこ？ 5箇所切れてる。ウインカーとバックライトが切れてる。あ、これもついてないね。ほんとポンコツだね、これ。どうしようもね。こっちもついてないけど、こっちもついてない。ウインカーも1個ついてない。はい。ということで、打ち替え式のこういうテールランプ、買わない方がいい。もうダメ。自分で作れる人は自分で作る。社外には絶対買わない方がいい。当てにならないです。で保証もないんで、現状販売になっちゃうんで、こういうのは買わない方がいいと思います。
参考にしてください。視聴者さんね。はい。ということで、テールランプでした。続いて、そのまま後ろ回りなんですけども、こちら、マーブラック作りました。ちょっと待って。先にランプどうにか。はい。うるさいな。もう M さんうるさいから、ほんとに。安全の大事な。よくかかってないから走りようないんだよね。はい。ということで、もう一回やってるんですけど。殴られた。やってください。パワハラですかはい。ということで、続いてなんですけども、マーブラック。ステッカー作りました。拍手。カメラ落としちゃうよ、いいの？はい。こちら。なんだよ。なんすか？カメラ投げようとしてる。やめろよ。落としていいんかな？はい。マーブラックステッカー作ったんで、購入したい方、連絡ください。売ってます。はい。まあ、それはいいんだけど。それは良くないよ。やめろよ。はい。寒いよ。はい。ということで、続いてなんですけども、この動画で、私、マフラーを交換したじゃないですか。2本出しのデュアルの。2本出しのデュアルって同じこと言ってるんですけど、このデュアルマフラーから、どうもね、リミテッドの純正バンパーのマフラーの部分の切り欠きの部分の下に2本出しのマフラーがあるっていうのは、どうも私引っかかってたんですよ。それなんで、マーブラック、出口の部分、ワンオフで作っちゃいました。こちらです。はい、こちらですね。出口80パイで作りました。80パイで作って、中はね、後ろはこういう感じで、結構ね、頑張って綺麗に溶接になるように、一応ね、半自動のアークの溶接でやったんですけども、まあ一応溶接目があんまり出ないように削ったりして、まあ頑張ってね、作りました。一応まあこれも、いい感じのね、マフラーとなっておりまして、まあこれでここの切り欠き部分、ところにちゃんと合わせて、80パイの出口をね、作ったんで、メインパイプがこれ 50.8 パイなんですよ。そこから80パイに変換させるパイプを購入して、そして80パイのもらい物の昔なんかソアラかなんかで使ってたマフラーのメインパイプ。それを切って、で、くっつけて出口にしました。結構ね、がっちりついてるんで、まあ折れることもないんで、全然問題なく取り付けられる出口となってます。ということで、マフラーでした。でもちょっと車高がさ、はい、ここ隙間がね、はい、狭くなったじゃん。はい。たまにスレスレの時が。そう、だから、デュアルのマフラーの時は、ここの切り替え関係なく、ここの一番低いところから2本出てたんですよ。だから、パイスは細かったから、まあ、大して変わんないんだけども、やっぱりなんか抜けたような感じになっちゃってるから、ちょっと下がりすぎみたいな傾向があるから、それだからこの純正の切り欠きを利用して、付けられるように、この出口を作ったというような感じでワンオフしました。中真っ黒だけどいいね。はい、これね、オイル上がり起こしてるんだね、やっぱね。すごいね、マフラーが、もうオイルでギドギドになってるんで。この間のミーティングの帰り100円だらけだったじゃないですか。いつもだよ。うん、だからダメなんですよね。オイル上がり起こしちゃうんです。はい、ということで、マフラーでした。続いて、参りましょう。レッツゴー。もう一点ありました。バックカメラです。まあこれはオーディオに連動してなんで、なんとも言い難いんですけども、まあバックカメラをつけて、中にはね、アンチ様、軽自動車に、バックカメラなんかつけてんじゃねえよって方もいるんだけど、便利に越したことはないからつけました。これね、あんまり下とかだと遠近感つかみづらいっていうのもあるんで、一応できるだけ上にマウントするっていうので、まあここにつけました。あんまり目立たないようにはしたんだけども、ミーティングの中で視聴者さんの中では、他のグレードのハイマウントランプ、中をくり抜いてそこにバックカメラを仕込むっていう賢いね、スモークだから見えないから、それでね、賢くつけてる方がいらっしゃったんで。そう、ウィンドウの向こう側に。そう。この中側にね。見られてるみたいな。そう。そういうのなんかをつけた方がいらっしゃったんで、これね、大変勉強になるなと思いました。なんでそうしなかったんですか？いや、スモーク結構濃いから、夜間とかだと暗くて見えなくなるかなと思って一応外には設置しました。お金がなかったんですね。まあお金もないし、知ってた。とりあえず私はこれで、なんとかついてるんで、まあこれでいいかな。で、ほら、バックランプ暗いじゃない。だから少しでも明るさを、外の明るさを拾わないとカメラ映らないんで、一応ね、まあこちらにセットしました。ということで、車内に参りましょう。レッツゴー。はい、ということで、車内に来たんですけれども、車内に関しては、こちらも、まずは、このハンドル。これもこの動画でね、紹介させていただいたんですけども、ハンドル買いました。同時にこれ見てください。マーブラックホーンを作りました。これも欲しい方いらっしゃったら、ご連絡いただければ購入いただけますので、ぜひご一報ください。まあ、宣伝じゃなくて。そしてですね、このハンドルもそうなんですけど、車内何やったかというと、このパネルです。パネルを黒く塗りました。これもともとは、私のリミテッドはシルバーだったんですよね。シルバーだったんだけども、この
トヨタ202ブラックに変更しました。そして、よくここメッキのリングを変える人いるんですよ。WR とか、上級グレードについてるリングに交換する人いるんですけども、私はメッキにしちゃうと、逆に輝きみ、色の違いが、アクセントが弱くなっちゃうんで、あえて黒でシルバーにすることによって、ここのリングを強調できるように、あえてそのままシルバーのままにしてます。だからあっちもね、助手席側も。なんちゃってメッキですね。これメッキではないです。なんちゃってメッキに見える感じのツートンカラーで、おしゃれあ、メッキに見せたくてじゃなくて、シルバーという協調性のある、インパクト与えるように、メッキだと、黒とかだと吸収して黒っぽく見えちゃうから、だから、あえてそのまま、シルバーのまんまにして、ここエアコンを吹き出し、こうとかメーターとかっていうのを強調できるように、あえてこういう風にしました。で、ここのサイドのドアポケットのところなんかも、トヨタ202ブラックに変色させて、全部オーディオのところも変えました。ガッチガチにね。あとここもシルバーだったグレーだったんだけども、ここも黒で、水性塗料で黒に塗り替えました。ただ、ちょっとね、時間がなくて、ミーティングまでに時間がなくて急いで塗ったもんだから、ちょっとね、粗があって、ここのパネルのところも黒く塗っちゃったりとかっていう部分もあるんで、また今後ね、これに関しては塗り直していければ。こういうとこですよ。そう。それに関しては、今後塗り直していければなと思います。続いてはですね、こちらのシートカバーになりまして、やはりマーブラックということで黒一筋。ただ本来ならば、これ私横ラインあんま好きじゃなかったんですよ。横ラインじゃなくて、なんか縦に二分になってるタイプのシートカバーにしたかったんですけども、残念ながらちょっと横ラインの、後部座席も横ラインのタイプになってしまったので、まあしょうがないかなということで取り付けました。シートカバーを付けたことによって、さらに黒に強調が増しましたね。ボックスもちゃんと付けてます。はい。これね、リミテッド、マットも変えました。これね、マットも真っ黒一色にして、前はブルーと黒のチェックだったんですよ。だったんですけれども、黒一色にこうやって切り替えました。ポテト。ポテトが多かった。黒一色に変更しました。黒、わかるかな？はい。一色に変色。変色じゃない、交換して。まあ、ゆくゆくこのカーペットも黒くしようかなと思ってます。もうとにかく黒です。はい。後ろもね。はい。後ろも黒です。後ろも見事に黒に変更されてます。はい。ということで、カーペットです。続いては、まだ黒くした部分あります。知ってる。何？この顔だよ。バカ野郎。俺の心はいつも黒いよ。この腕だよ。やめろ。ということで、続いてはですね、もう、これ映ってるんでわかると思うんですけど、こういうパネルゲートとルーフです。もうね。はい。私もうここから帰られないの。帰られない？帰られない。帰りたいのに。すごいでしょ？これね、サンバイザーとか、ライトとか、ここら辺も全部黒く塗りました。ライトも、あとこのミラーの裏側なんかも、このミラーの裏側なんかも、あそこミラー割っちゃったんだよね。割ったの？どこに？これだ。何やってんだよ、こいつ。ミラーの裏側なんかも全部黒に塗り直しました。はい。だから外から見ても黒くなってるんで、分かる人は分かると思います。誘拐車両の仕上がりがすごい。だからここのパネルの裏側も全部黒く塗って、あとは、これね、視聴者さんの中でルーフ関係とか塗る人は、ここら辺塗るときってまだできるんですけど、問題はこのシートベルト。ここはベルトも通ってるから塗れないんですよ。これね、私、水性マーカーです。黒すぎてちょっと見えないんだけど。はい、メリハリがなくてカメラが、はい、光を吸収できないよね。どこみたいな。光吸収されちゃうのか。はい。そう、だからここは水性マーカーで塗って、で、あとルーフも、これ、M さんもう明らか黒でしょ。ルーフも黒で、これね、エアガンで墨汁入れて、墨汁で拭きました。はい、そしてこんだけの黒さ。で、あとはこのポッチも、ここだけグレー嫌だったんで、ここも黒く全部塗り直しました。これマットの艶消し黒で塗り直してます。ここをライトで埋める計画もやめたんだね。絶対しないです。はい。まあ、そんな感じでね、あと屋根落っこってきちゃうとかあるから、一応これでストッパーになってるんですよ、屋根が。これでグレーの屋根が黒くなりましたんで、まあこれでだいぶ黒さを増したかなと。黒好きの方にはたまらない車両になってきてます。はい。あれ？はい。これドアポケットです。あれ？これ元のポケットあったよね。ないです。これほら、コンビニフックじゃないですか。ここら辺にあった。そう、あるんだよ。ポケットがあるんだよ。その中に何が入ってたか確認しましたか？ないです。ここ？
この、シートニオ自体に、特に確認してない。上にかぶせたから、で、こういうことですよね。これなんだっけ、タイムカプセル状態になっちゃう、ね。やめてくれます？人の車にマスクとかで。確認しないで、この男は何でも上に。ということで、はい、シートカバー、ポケット付きでね、いろいろ収納もできる。あれも出てこない、ね。だからコンビニ服は出ない。服出せない。だって被せないのは無理でしょ。対応してんのもあるんだけど、そこだけ切り欠き部分になっちゃってるんですよ。じゃあやるんだったらオリジナルでやるか、加工し直すか。なんか隙間が空いちゃってるからちょっと嫌だなと思って。それだったら隠しちゃった方がいいやと思って、このタイプにしました。ということで、車内の黒塗装がメインとなりました。ということで、セカンドステージはだいぶ黒への統一への愛車紹介となりました。ぜひ黒が好きな方は参考にしていただければなと思います。あんま黒好きっていないかな。ここまで全部黒って。この間の視聴者さんの中でもやっぱ黒って少なかったね。ここまで黒はさすがになかなかいないか。ということで。反省した？いや、私はブレないです。一貫性を持って黒です。はい。周りが何色だろうが僕は黒です。はい。ということで、こちらがセカンドステージの MH22S のリミテッドとなりました。またね、これからもサードステージに向けてカスタムをしていきたいなと思っております。参考になったかなってないかはわかりませんが、参考になれば幸いかなと思います。ということで、M さんなんかある？チラチラ、他ばっか見てんじゃないよ。カメラを見ろよ、カメラを。カメラを止めるな。なんかありますか？夜だったらさ、見えなくなるよ、人も。まあ。こんな黒い格好して、黒い車内にいて。まあ、黒好きですからね。そんなに売れたいの？隠したい。黒に隠蔽気質。まあ、それは冗談で。ということで、M さんなんかある？大丈夫？はい。ということで、最後までご視聴いただき、誠にありがとうございます。高評価やコメント、チャンネル登録とベルの通知のマークをですね、オンにしていただきますと、マーブラックの不定期な動画配信が通知でお知らせになりますので、ぜひとも通知をオンにしていただければなと思います。また、エンディングで、LINE、Twitter、Instagram、TikTok とやってますので、ぜひそちらの方のフォローや登録の方もお願いいたします。今日なんか存在薄いね。赤い？なんで？周りが黒いから。全然映えないよ。まあ確かにね。でも黒はいいんですよ。すべてを覆い隠してくれるんです。はい。いいことも悪いことも嫌なことも、はい。いろいろ隠してくれるんです。ということで、マーブラックのリミテッドということで、まだスティングレもございますので、ぜひ購入検討の方はご一報いただければなと思います。こちらのね、動画で紹介しますので、よろしくお願いします。ということで、またお会いしましょう。さよなら。